どうも皆さんこんにちは。お元気でしょうか。今日はラズベリーパイ4を SSD で起動できるようにしてみたいと思います。 SSD の速度がかなり活かされる結果となったので、ちょっとラズベリーパイ遅いなとか思ってる方はぜひトライしてみてください。今回テストに使う SSD はこのサンディスクのポータブル SSD を利用しました。これは読み込み書き込みともにねそこそこ速い SSD なので、この SSD の方でボトルネックにならないように一応ね早めの SSD を利用しました。それではマイクロ SD と SSD で比較をしていきます。今回は一応全部リモートで接続した状態で比較を行っています。それでは早速比較していきます。上の方が SSD、下の方がマイクロ SD カードからの起動です。このオフィスのカルクはなかなかね普通のパソコンで起動してもそこそこ時間がかかるんですけど、マイクロ SD に比べて SSD の速度はもう圧倒的にね速さが違うかなというふうに思います。もう違うマシンを使ってるんじゃないかぐらいのね違いがあるので、あまりグラフにするほどでもなかったんですけど、 SSD の方がおよそ 1.9 倍速いという結果になりました。起動してからのこの操作の速度に特に影響はありませんでした。ディスクしか変わってないので、当たり前といえば当たり前だとは思うんですけど、このメモリがある程度足りなくなってきてスワップとかがね発生するようなタイミングになると、おそらくね差が出てくるかなと思います。それではマインクラフトも一応ね試していきます。ニューワールドを作るっていうねもう完全に CPU しか使わなさそうな処理なので、やはりこの辺りもね本当に若干ではあるんですけど SSD の方が少しだけ早い結果でした。それではここからは SD カードの実際の書き込み速度とかを試してみたいと思います。テスト方法はどれにするか迷ったんですけど、 DD コマンドで0を書き込むというラズベリーパイの公式サイトの掲示板に書かれている方法にしました。この方法は0を永遠にこの speedtest.temp っていうファイルに書き込むだけなので、正直どのぐらいねこの正確かわかんないんですけど、マイクロ SD カードには1秒間に 18MB 書き込みができました。それでは同じことを SSD の方でやってみます。もう実行するとね速度が圧倒的に違うんでもうすぐ終わっちゃうんですけど、この場合 213MB 秒とかなりのね高速化が達成できました。現実的なデータかっていうのは少し置いておいても、この10倍以上速いっていうのはねなかなか出せる数値ではないので、これだけでもね試してみる価値はあるのかなという気はします。では次にこの今表示されているこれは読み込みの数値なんですけど、上の方がマイクロ SD カードで下の方が USB SSD になります。もうこれもね見てわかる通り本当に 40MB 秒に対して 275MB 秒なので相当速度が改善してます。これだけスピードが違うとデスクトップとして使っているだけでもかなりね体感速度が変わってくるので、もしちょっと遅いなって思っている方は試す価値があると思います。それでは今からセットアップ方法を説明していきます。このラズベリーパイ4の USB、 この青色の方ですね、この黒い方に挿してしまうとスピードが出ないので、この青色の方にこんな感じでね USB SSD を接続します。そしてマイクロ SD からラズベリーパイを起動して、メニューのこのアクセサリーズという下に SD カードコピーヤーというアプリがあるので、これを起動します。起動するとこんな感じの画面が表示されるので、まずはコピー from デバイス上の方、これを DevMMCから始まっているものを選択します。そしてこの Copy to Device っていうこの下の方ですね、これは USB 接続した SSD を選択します。大抵はねこの DevSDA というのが括弧内に書かれているものになると思います。そしてこのチェックボックスにチェックをつけてスタートボタンを押します。そうすると本当にやっちゃいますかっていうのを聞いてくるので Yes を押します。そうするとこの今ラズベリーパイを起動しているマイクロ SD カードの中身が接続した USB の SSD の中身にコピーされます。これも今自分の環境では5分ぐらいかかったので、おそらくねカードのサイズによってはもしかしたらもっと時間がかかるかもしれません。これは本当に余談なんですけど、あまりにも動かないのでこの左上でねターミナルを起動してトップコマンドを実行して本当に動いてるかなっていう確認をしてます。でこのコピーが完了すると、このコピーコンプリートというただのそっけないねダイアログが表示されて、これで SD カードから SSD へのデータのコピーは完了です。それでは画面左上のこの四角い黒いアイコンをクリックしてターミナルを起動してこのコマンドを実行します。実行するとこんな感じでね何行か情報が表示されるんですけど、重要なのは大切なのがこの行になります。これはラベルイコールルート FS って左の方に書いてあるんですけど、この行のパート UUID というものが重要なキーになります。ではこれはコピーペーストで後でね確認したいので、もう一つターミナルを起動します。それではファイルを編集していきます。ファイルのパスは boot command line.txt と cmdline.txt というファイルになります。
一応編集をする前にバックアップを取ったんですけど、正直ね、そんなにバックアップ取らなくてもいいかなとは今は思ってます。それでは編集をしていきます。編集ソフトは VI 使ってるんですけど、別にね、ナノとかそのお好みのエディターがあればそれで全然構わないです。ただこのパーミッションがね、スーパーユーザー、ルートでしか編集できないようになっているので、この最初に sudo をつけてから起動をします。あまりおすすめではないやり方なんですけど、このように sudo マウスパッド、ブートコマンドラインみたいな感じでね、書いて、エンターを押すと、このテキストエディタで Windows でいうメモ帳みたいな感じで編集を行うことができます。それではこの元のエディターに戻って、このパート UUID を先ほどこの矢印でマークしていた 5E3DA みたいなね、この数値がこことマッチしています。ちょっと雑に説明すると、このラズベリーパイが起動するときに、このラズベリーパイの OS とかね、ファイルっていうのはどこにありますよっていうのをここに書かれてるんですけど、今はマイクロ SD カードから起動しているので、普通はマイクロ SD カードのアドレスというか、この UUID というものがね、書かれてます。これを SSD に書き換えることによって、この SSD からね、起動しちゃおうというのが今回のやり方になります。それでは、この SSD の方の UUID をコピーします。この例でいくと3079から始まっているものが SSD の方の UUID になるんですけど、ポイントは全体でこの2つしかこのラベルイコールルート FS って書いてあるものが2個しか多分ないはずです。なのでこの2個のうち今設定されてないものとこのパート UUID イコールの部分を書き換えるというのが今回の作業になります。難しい作業ではないんですけど、この O と0を間違えたりとかねしちゃうと起動しなくなっちゃう気がするので、そのコピーペーストでやったりとかね、できるだけミスらない方法でやっていきます。これでファイルの書き換えが終わったので、この状態でファイルを保存します。そして再起動を行うと SSD から起動をすることができるようになっているはずです。残念ながら現段階のファームウェアではまだこの USB ブートっていうのがサポートされていないので、マイクロ SD カードを抜いてしまうと、要はね起動しなくなってしまうので、もう SSD ブートにするぞって分かっている場合は、あまり容量の大きくないマイクロ SD やあまり使用してないねマイクロ SD を利用されるのが一番いいのかなというふうに思います。まだベータ版の段階なんですけど、一応ねネットワークブートはできるようになっているので、もうねあと3ヶ月4ヶ月ぐらいでねこういう書き換えとかをしなくても単純に USB に挿せば起動できるようになってくるんじゃないかなというふうに思います。ということでいかがだったでしょうか。ラズベリーパイなのでやっぱりねマイクロ SD カードの部分がやっぱボトルネックになって、それほどね速度が出ないっていうのがやっぱいっぱいあったんですけど、このアプリの起動速度とかこのあたりはねものすごく改善しました。特に SSD にするとやはりNAS とかにねした場合の速度の向上がものすごい差がありました。で今回ねその NAS にした場合っていうのは普通にマイクロ SD カードから起動した場合も USB のね SSD を外付けで付けた場合もあまりこの変化はなかったので特にやってないんですけど、ラズベリーパイ4になってからはかなり速度が速くなったので、この速度を生かしてこんなことしてみてくださいみたいなねアイデアがあったらぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。ということでそれではまた今度。本当にね早くなったんですけどね、やっぱりこのマイクロ SD カードをまだ使わなきゃいけないっていうのがねちょっと残念ですね。いや早くなると本当にいいですね。ということでそれではまた今度。